ザ・ミラクルスマイルフォーレストミラスフォへようこそ、なおこです。今回は、トーク動画ということで、ネビル・ゴダードの想定の法則をテーマにお話をしていきたいなと思っています。その前にちょっとお知らせです。ミラスフォではリアルワークショップを開催いたします。スケジュールや場所の詳細は概要欄からチェックしてください。このイベントではナオコによる誘導瞑想、サウンドヒーリング、ネビル・ゴダードの想定の法則実践ワークや潜在意識の書き換え、バンブー体操など心と体と魂を整え、人生をあなたの望む状態へとシフトすることを目的としたワークショップです。ソーシャルディスタンスを測った少人数でのワークショップになりますので、アットホームな感じで一応スケジュールはありますが、ご自分の体調や精神状態に合わせて参加自由という形で行います。異空間でゆったりとした時間をお過ごしいただければと思いますので、ご興味ある方は概要欄をチェックしてください。そしてミラスフォー YouTube メンバーシップではミラスフォの全部の動画が広告なしでご視聴いただけるほか、メンバー限定の生配信、そしてメンバー限定のブログサイトへアクセスができたり、イベントやプログラムの割引なども適用されますので、ぜひこちらもチェックしてください。ということで今回は想定の法則、ネビル・ゴダード氏が、考案された想定の法則というねお話をしていきたいなと思います。その前にちょっとその引き寄せの法則ですよね。エブラハム・ヒックスとかロンダ・バーン氏、ザ・シークレットとか、だいたい引き寄せの法則だとこの辺がメジャーかなと思うんですが、私自身も18歳ぐらいの頃から引き寄せというねキーワードが出る前から海外のこういう系の本をね読み漁っていたんですよね。で、自分自身がその実践を通して夢を叶えたこと、または逆引き寄せが起こってうまくいかなかったことっていうのを、肌で体験しているので、その辺も踏まえていろいろ今回はお話ができたらいいなと思っています。で、エブラハム・ヒックスの引き寄せの法則の動画、エブラハム・ヒックス自身が講演会でいろいろな方のねお話に対しての質問 Q&A とか、日本ではまだ全然公開されてないようなね、そういう動画がたくさん英語で出てるので、その辺もいろいろ見たりしているんですけれども、ずっとね何かが1割か2割抜けてる部分があるんじゃないかという感じがしていて、同じように感じている人がね最近結構海外の方では出てきていて、それを補ってくれたのがこのネビル・ゴダードの想定の法則というね、考え方なんですよね。で、ぜひねまだ知らない方、日本語でも本出てますし、概要欄にも貼っておきますので、本ぜひ見て読んでいただきたいなと思います。このネビル・ゴダードという方ですよね。この方は1940年から60年代に活躍されていた思想家であり神秘主義者と言われていた方なんですけれども、彼の想定の法則という概念は、現実がどういう状況であったとしても、過去も未来も、今の同時に存在しているということですよね。で、あなたが望んでいることすべては今この瞬間にすでにあるという波動になっていなければならないと、今の状況に不平不満を言ったり足りないと感じていたり、もっともっとこうしなくちゃという信念は今この瞬間に持っているものよりもないものばかりに注意が向いている、そういう状態は今ここにある状態ではなくて、どこかにあるという青い鳥を探し回っている心の状態になっているので、結果波動が下がって望むものを手にすることはできない、逆引き寄せが起こってしまうということになるわけなんですね。で、全ての鍵は今ここにある自分の意識の状態にかかっているというわけなんですね。つまり目の前の現象世界は心の写し絵、ホログラムの映像で、過去に自分が感じたり見たり意識したものが、3D に出てきたということに気づくっていうことですよね。
そして実在の世界は完璧なクリエーション、創造のクリエーションの領域で、今この瞬間にあふれ出す根源のエネルギーにあふれていると。でこの世界は一つの世界だけではなくて、無限のパラレルリアリティが存在していて、存在しています。で嫌な感情の時はソースとずれている。これはエイブラハム・ヒックスと同じかなと思うんですけど、常にやっぱり充足の状態、あなたは満ち足りて幸せっていうこの、安心リラックスとか結構言われているように、本当にね、心の中がこう穏やかな状態、そこから引き寄せ力が出てくるというか、引き寄せ磁力になるので、どれだけアファーメーションを唱えても、どれだけイメージングしても、どれだけ、いろいろなテクニックとか方法とかを試しても、その心の状態の波動の状態が整っていないとうまくいかないっていうことなんですよね。なのでこのネビル・ゴダードっていうのは、その意識の状態を神の領域っていうかGod States って呼んでるんですけど、その神の意識の状態に合わせることによって、私たちのこの、なんていうんですか、私たち一人一人がカメラという、映像、だと考えたら、その心の中のプロジェクターの中のものを取り替える、そういうことをしない限り、その現状がもうぐる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 ループしてしまうので、でもその自分の意識の状態を穏やかで本当にこうリラックスしていて、神様のようなそういう精神状態にいる時っていうのは、その、いろんな物事をクリエーション、創造する引き金となって、そしてあなたの望む現実をクリエーションする、すごくパワフルな力になるということなんですね。なので何かが欲しいとか、何かを手に入れたい、wanted っていうこう needy とか必要、欲しいとか、そういう時っていうのは心がざわざわしますよね。で心がすごくざわざわしているっていう時は、もうつながってない、ソースから外れているっていうことなので、そのない波動の状態が同じ波動の現状をまた引き寄せてっていうことでこうループしていく。なので例えばすごく誰かからのメールをもらって、あまりそれが良くないと。でそういう状態の時にまたそれに対して自分が反応して返すと、その波動がどんどんこうループして膨れ上がっていくわけなんですけれども、ネビル・ゴダードの考え方で言うと、そういうのも全部ね、一切ホログラムというか、自分が出しているエネルギーが返ってきている。だから反応している状態、その自分が出したエネルギーに対して反応してしまうと、またそれを繰り返して反復していくことで、その状況からね逃れられないというか、なのでそういった状態を変えたいのであれば、その意識の状態をそういうのにね反応している自分をちょっとやめて、本当にこうつながったソースとつながっている状態から、物事を見るっていうことですよね。嫌なこととかもちろんね、仕事の現状すぐねその今の現状を見なくていいってわけではないんですけれども、やるべきことはちゃんと、目の前のことはちゃんとやらないといけないんですけれども、その自分はそうなるんだっていう意識の状態を常に感じ続けるっていうことですよね。今の嫌っていう状態に反応している状態をずっと繰り返していると、ずっとそれが続いていくので、すごく不快なことがあったら、その状態をなんとかってこうしようとかすると、またそれがこう増幅して繰り返されちゃうので、ちょっとね意識を外して、例えば温泉に行くとかハイキングに行くとか、そういうこう心がざわざわしたりモヤモヤしてる時とかはちょっと意識を切り替えて、そしてこう
感情の土台というか、そこが安定したところから何かをクリエーション想像したり、叶っている状態の自分というものを感じ続けるっていうことですよね。エブラハミック・ヒックスだったらこの願望のロケットを飛ばして、そっちの方向に向かっていくっていう感じだと思うんですけど、ネビル・ゴダードの場合はもうその状態に生きている、もうなっているんだっていう感覚、その安心の状態もすでになっている、すでに、理想の自分になっているっていうところにフォーカスを当てているので、そのなんていうんですか、質問モードではない、もう答えの状態、もうすでにあるっていうね、でそこを意識し続けるっていうことをね、実践していくのがこの想定の法則です。はい、ということで今回はネビル・ゴダード氏の想定の法則をちょっと私なりにまとめてお話しさせていただきました。ぜひね、YouTube 登録まだの方は登録の方もお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。